皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、東京オリンピック、フジテレビの中継中において大失態を犯したというニュースをお伝えしようと思います。まず最初に祝わなければならないことがあります。それは、フェンシング男子団体が金メダルを獲得したのです。これは非常に素晴らしいことです。この競技において日本は決して優勝候補筆頭のような立場ではありませんでした。この分野ではフランスが3連覇をすでに行っており、今回の大会においては4連覇を目指している、そのような状況の中において、日本がフランスを撃破し、そしてさらに上へと登ってきて、ついに金メダルを獲得したのです。この非常に素晴らしい金メダル獲得に対して、フジテレビが中継を行っていたのですが、そこで犯した大失態というのがインターネット上で非常に大きな反響を呼んでいます。一体どのようなことがあったのか早速見ていきましょう。フジテレビが大失態。韓国選手とフェンシング団体金、加納虹輝の写真、間違い謝罪。歓喜の金メダル獲得となったフェンシング男子エペ団体決勝を生中継したフジテレビが大失態を犯した。優勝が決定し、スタジオに映像が戻った際にメインキャスター村上信五らの上部に4人の選手と金メダルの画像が。しかし、見延選手、山田選手、宇山選手の写真は確認できたが、もう一人は腕にコリアとあり、スポンサーの韓国企業のロゴが、加納虹輝と間違って写っていたのは、パクサンヨンと見られる。スタジオパートが一旦終了し、CM 後、競技現場の女性アナウンサーが先ほどスタジオで皆様にお見せした写真の一部に誤りがありました。大変失礼いたしましたと頭を下げ謝罪。しかしネット上では、あんな間違いどうやったら起こせるの？あまりにも失礼すぎますよ。写真間違えた挙句、なぜ表彰式放送しないと怒りの声が渦巻いた。こちらが問題となっている放送時の映像です。右の3人が日本の選手なのに対して、なぜかそこに混じって左腕にはっきりとコリアと書いてある選手が混じっています。この選手が韓国のパクサンヨン選手だとすぐに気づいてインターネット上では大きな話題となりました。日本の金メダル獲得を喜ぶ声と混じってこの予想外の映像にツッコミを入れる方もたくさんおられました。例えば女子フェンシングの日本代表である宮脇かりん選手はツイッター上において山田選手おめでとう、見延選手おめでとう、宇山選手おめでとう、パクサンヨンとまさに驚きのツイートをしています。このあまりにもひどすぎる失態に対してインターネット上ではこのような説が流れています。きっとフジテレビの社員の中で日本が金メダルを取ることに怒り狂っているお隣の国のルーツに持つ人たちがたくさんいるに違いない。そのような人たちがいわば腹いせに、そしていたずら心を働かせて今回のようなことをわざと行い、しかもそれも現場作業員だけではなくその上役のような人たちも黙認したに違いないとそこまで言われています。実際問題このようなミスというものは到底普通ではありえないことです。例えば男子団体金が取りましたよとなったら当然のように該当選手たちを並べるのが作業手順となります。なぜこのようなことが起こったかといえばそのような作業手順を踏まなかった可能性があるということです。例えば日本の選手たちを紹介するのではなくこの映像素材を用意している作業員らがやっていたのは韓国の選手を紹介するそのような映像素材を作成していて、しかし彼らの見込みとは違って日本が金メダルを取ったものだから仕方なくその作っていたものを加工することによって今回のようなものができた。つまりもともとは韓国選手4人が映っている映像素材があってその映像素材を加工することによって日本人選手と入れ替えを行っていたという説です。その時に最後の一人としてささやかな抵抗として韓国選手を残したのではないかなというようなお話です。実際のところどうなのかはもちろん中の人でなければその真相というものはわかりません。しかしそのようなことを疑われるようなことをこれまでフジテレビは行ってきました。フジテレビには一つ有名な都市伝説があります。それはフジテレビの社員というものは年々お隣の国にルーツを持つ人たちの影響力が強まっており、そのためにフジテレビの番組編成であったり番組に呼ばれるタレントといったものも徐々にお隣の国にルーツを持つ人たちが増えつつあるのではないか、そういった都市伝説です。もちろんこの説というものを信じるか信じないかはあなた次第。ただしその説というものをもしも採用すればフジテレビがやたらと韓国推しだなということに非常に納得がいってしまうことも確かです。朝の番組から何を情報発信するかといえば
韓国ではこんな料理が流行っていますよ。韓国のアイドルグループがこんな活動をしていますよ。まだデビューはしていませんが、これからデビュー予定、こんな人たちがダンスレッスンに励んでいますよといった話や、ドラマの再放送枠に韓国ドラマを押し込んできたり、様々なところで韓国推しを強烈に推し進めている。なぜそのようなことをするんだろうと考えたときに、先ほど述べたような都市伝説を元にして考えると、やたらと納得してしまうような状況というものがフジテレビには起こっているのです。そのような話の信憑性というものがある程度みんなの中で共有されていることもあって、今回のように日本が金メダルを取りましたよといった時に、このような意味不明の出来事が起きることは、日本が金メダルを取ることをよく思っていない人たちの活動が表に出たのではないか。そのような話にも妙な説得力を持たせてしまうものなのです。それこそ私は一つ前の動画において、情報発信源として非常に疑わしいものがありますということを3つ紹介しました。まず第1に韓国、第2に中国、そして第3は日本国内における報道機関の情報発信です。今回は図らずも韓国とまさに日本の報道機関、フジテレビが行ったこのような活動というものが、まさに日本国内で何やら怪しい動きが起こっているんだなと思わせるには十分な不可解な動きだったと言えるでしょう。そして最後に改めて、男子団体金おめでとうございます。これは本当に素晴らしいことです。フランスを打ち破り、韓国を打ち破り、そして国家ぐるみのドーピングによって国家としての参加ができないロシアチームを打ち破っての金メダルですから、これは非常に価値の高いものです。その素晴らしい出来事の最後に泥を塗りつけたフジテレビは非常に責任が重いと私は思います。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリック、そして時たまでもいいのでスーパーサンクスを送ってもらえると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。